どうも、さっさんです。今回はですね、めちゃくちゃ悩んだ挙句、こちら、今話題のね、Galaxy Z Fold 8購入したということで、開封レビューというか、一回ね、これサムスンさんからお借りして、もう動画出してるんですけども、今回ね、購入した理由だったりとか、あとはですね、ネットで言われてる欠点について、このアスペクト比初のモデルなので、やっぱ弱点っていうのも多いんですよ。それについてもね、改めて話していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあやっぱりね、購入理由、実機を見ながらね、話していきたいということで、開封していきましょう。これね、お借りした時のカラーはクリームだったんですけども、今回ね、自分でグラファイト購入しました。こんな感じか。グラファイトね、意外とそんな暗くないんだな。グレーよりちょっと暗めだけど、ブラックからは全然遠いなっていう感じですかね。個人的にはね、もうちょっと暗めのカラーの方が好きではあるんですけど、しょうがないっちゃしょうがないよな。で、このね、やっぱりサイズとアスペクト比がいいですよね。もうね、サムスンさんにお借りしてた方の端末は返しちゃったんですけど、やっぱね、改めて持ってみるといいわ。完全な新品。一回も折りたたんでない状態だと折り目ほぼないですね。これめちゃくちゃ綺麗。でもやっぱりね、これ閉じて開いて閉じて開いてっていうのを続けてると、折り目ね、もっと目立つようにはなってくるみたいですね。そこはしょうがない点ではあるんですけど、個人的にはね、全然気にしてないです。じゃあセットアップもね、進めていきます。セットアップ完了しました。で、今ね、ホーム画面に配置されているこのアプリがね、飛び飛びじゃないですか。隙間空いてますよね。これなんでかというと、本当はね、iPhone からデータ移行簡単にできるはずだったんですよ。アカウントとか、インストールされているアプリ、その配置、写真、動画データとかね、移行できるはずだったんですけど、僕が間違えて途中でキャンセルしてしまってですね、そしたらそれ戻れなくて、なんか中途半端な感じになっちゃいました。これ後でね、やるしかないですね。で、今ね、セットアップ終わってみて、クレジットカードのね、登録してみたんですよ。これがね、結構僕気になってたポイントだったので。というのも、去年ね、Galaxy Z Fold 7買って、メインのね、スマホとして一旦使ったんですけど、Apple Pay に比べるとね、登録できるクレジットカードがめちゃくちゃ少ないんですよね。スマホでクレジットカードのタッチとかしようと思っても、全然ね、僕が持ってるカード、メインで使ってるカード3枚あるんですけど、そのうち1枚とかしか登録できなくて、それがね、Android のすごい不便なポイントの一つだったんですけども、今ね、登録してみたら、僕がメインで使ってるカード3枚ともね、登録できるようになってたんですよ。これめちゃくちゃね、嬉しいですね。ちなみにね、登録できたアプリは Google Pay でした。サムスン端末は独自のね、サムスンウォレットっていうアプリも出してるんですよ。そっちにもね、クレジットカードとか登録できるはずなんですが、そっちはね、やっぱまだ対応銘柄少ないみたいで全然ダメでしたね。で、ここからね、Galaxy Z Fold 8購入理由話していきたいんですけど、まずやっぱりね、このアスペクト比率ですよね。これに関しては閉じてる状態っていうのもそうですし、開いた時に、もうすぐね、こう横長になって大画面で動画見たりとか、本読んだりできる。これ目当てでね、今回買う人が一番多いんじゃないかなとは思いますね。僕もスマホで動画見るとか本読むってことが結構多いので、だったらもう一回ね、Z Fold 8買ってメインで使ってみようかなという気持ちで、購入したっていうのが一番大きいですね。以前の動画でもね、比較したんですけど、改めてね、去年の Z Fold 7と比較してみましょう。こっちがね Z Fold 7で、ちなみになんですけども Z Fold 7は Z Fold 8 Ultra とディスプレイのサイズ一緒なんですよ、全く。で、並べるとこんな感じですね。今ね Z Fold 7はこう開いて、でこうね横にしました。これがね一番大きくね動画を表示できる向きなので、これでね並べてみてるんですけども、どうでしょうか。そこまでね大きな差ではないんですけども、意外とねこの Z Fold 7ってこう開いてこう変えるっていうのがちょっとねなんかめんどくさい。スマホって向き変えるとこうぐるって画面がね変わる挙動があるじゃないですか。それとかもやんないとダメっていうのがめちゃくちゃねめんどくさがりじゃんって思われるかもしれないんですけど、気になってたんですよ。そこがねもうそのまま開くだけで使えるっていうのはね嬉しいポイントだし、
あとこのインカメラですね、メインディスプレイのインカメラが Z Fold 7とか、今年の8ウルトラもそうなんですけども、全画面で動画見るときかぶっちゃうんですよ。これがね地味にうざかったんですけど、8であればね、この上の余白部分にカメラがありますので、全然気にならないと。これもね結構嬉しいポイントではありますね。今はメインディスプレイでねお見せしてたんですけども、当然ね、閉じてる状態での動画再生、閉じて、横にしてる時の動画再生っていうのもフォールド8の方がね大きなサイズで表示することができます。端末サイズ、トータルのサイズっていうのはコンパクトではあるんですけども、単純にね動画とかでっかく表示できるのいいですよね。この向きだとね、今度はフォールド8の方にインカメラ乗っかっちゃうんですけどね。次に Kindle もね改めて見ていただきましょう。 Kindle 閉じた画面で表示するとこんな感じの、サイズ感になってます。閉じた感じで、やっぱ横長な分ねフォールド8の方が大きく表示できてると。 Z Fold 7とか8ウルトラに関しては、縦長な分ねここの余白がね大きくなっちゃうんですよね。でこのままの向きで開いたらどうなるか。まず Z Fold 8はですね、今1ページなんですけど、進んでいくとこんな感じ見開きになります。で Z Fold 7とか8ウルトラはというとですね、こっちはね1ページに大きく表示するっていう感じなんですよ。そういった違いがあります。これ同じところを表示しようと思ってもね、こういう風になるんですよ。じゃあ Z Fold 8も1ページ表示できないのかというとですね、これはこう向きを変えるだけで簡単にね同じような感じにはできます。しかもこの向きに合わせると若干ねこれ Z Fold 8の方が縦に長いので、比べるとちょっとだけこっちの方が大きくね1ページ表示もできるという違いがありますね。で一旦ね向きを戻しまして、次は Z Fold 7の見開きもね試してみましょう。 Z Fold 7はですね、こう向きをね開いた状態で回転してあげると Fold 8と同じ感じになるんですよ。ここがねちょっと挙動違うんですよね。わかりますかね。どっちもね見開きで並べてるんですが、 Z Fold 8の方が大きくね表示することができます。これね前回の動画どっかの向きで7とか8ウルトラの方がね広く表示できてたような気がしたんだけど、これ勘違いかな。なんか今日試したらどの向きでもねこっちの方がでかく表示できちゃってるな。勘違いだったかもしれないですね。それか本の種類によってねまた違うっていう可能性はあるかな。でこのアスペクト比の違いっていうのは動画とか本を見るときだけじゃなくて、通常のね使用用途、例えばブラウザでねどっかのサイトで調べ物したりとか、そういう時にもねもちろん影響するわけですよ。今ねサムスン公式の Galaxy Z Flip 8のページ開いてみました。どちらもね同じページではあるんですけど、表示できてる範囲っていうのは結構違います。ブラウザとかをね見るってなったら縦に長い分ねもう下の方まで一気に表示できてしまうんですよ。 Z Fold 7とか8ウルトラっていうのはもうこの画像がね全然出てこないわけですよ、8の場合は。そこがですねちょっと好み分かれるかなとは思っちゃいますね。コンテンツ消費で考えたら圧倒的にねこの Z Fold 8の方がいいんですけど、ブラウザとかね縦に続いてる、例えば、PDF の書類見るとかそういう場面ではやっぱ縦長の方が、使いやすいこともあるかなとは思っちゃいますね。でさらにこの状態でキーボードを表示させてみると、こういう風な見え方になります。 Z Fold 8の方はキーボード半分ぐらいまで来るので、もうねこんぐらいしか表示されてないんですよ、ブラウザが。こんな感じ。7と8ウルトラについてはもうこれでもね十分こう表示領域ありますよね。もうこれだけしかねこのページだとスクロールしなくて済むんですけど、 Z Fold 8はそうもいかないという感じですね。これ結構違いはやっぱあるな。てかサムスンはこのキーボード、サムスンキーボードに AI がついてるとかっていうの結構推してるんですけど、僕はですね G ボードの方が好きなんすよね。せっかくね AI 乗ってるんだったらしばらくこっち使ってみるっていうのもありか。これサイズがフローティングキーボードにしてこの辺に寄せて使うっていうのはありだな。こんな感じかな。いやちょっと長いな。でもてかこれさ隅っこに配置できたらいいのにな。できないんだよな。これなんでなんだろう。隅っこにねこうピタッとつけようとすると広がっちゃうんですよね。これちょっとだるいな。ちょっと一旦 G ボードにすると
これ片手用にしたらどんなサイズになるんだ。はい、G ボード片手モードにしてギリギリまでねこの枠も狭めてみました。これ上にもやることできるのか。こんぐらいでもいいかな。これだったら全然打ちやすそう。ありだな。この幅もねコンパクトになったし、これでいいかな。正直もちろん左手で打つってなったらね指遠いんですけど、その時はねこれワンタップでこういう向きにすることもできますからね。で続いての購入理由っていうのはやっぱりね折りたたみでありながらすごいコンパクトだし軽いし、そしてね可愛いっていうこともありますね。これね本体重量一応スペック交渉値としては 201g となってるんですよ。めちゃくちゃ軽い。これ本当に 201g か一旦ね測ってみましょう。いきます。はい、204.7 ですね、実測は。これ今ね、画面保護フィルムもないし、ケースもないし、何もね、つけてない、SIM カードも入れてない状態なんですけど、ちょっとだけね、交渉値より重いですね。ちなみにですね、この Z Fold 7どんぐらいかというと、画面保護フィルムはついてますが、228g と 24g 差。で、参考までに iPhone17 Pro、これも乗っけてみます。画面保護フィルムはついてますけども、216.6g と、画面保護フィルム取ったとしてもね、これ 210g 以上は絶対あるんで、折りたたみでありながらね、もうこっちの方が軽いんですよ。17 Pro より。これすごいよね。もう開いたらね、すぐこのサイズとして使えるのに、この重量っていうのはね、めちゃくちゃいいね。で、購入理由最後なんですけども、今年ね iPhone も出るって言われてるじゃないですか、折りたたみのモデル。それとね比較してみたいんですよね。ギャラクシーはもう何台もねこの折りたたみ出してるわけなんで、結構完成されてるんですよ。この折り目だったり UI、 そういうのがねトータルでねすごく完成されてると思うので、だからファンが多いっていうのもねあると思うんですけども、そこにね iPhone と比較すると、どんな違いがあるのかっていうのをね自分でやってみたくて買ったっていうのもあります。でこの折りたたみスマホといえばね、やっぱケース問題どうするのかっていうね話があるじゃないですか。 iPhone とかだとねもう無限にケース選べるんですけど、折りたたみ、あとはそもそも Android ってなるとケース選べるのがね限られてくるんですけども、今回ですねピタカさんからこちら Z Fold 8のね専用ケースお送りいただいたということで、これからね試していきたいと思います。じゃあ一気に開封します。はい、来ました。ピタカさんといえばね、やっぱりアラミド繊維を使ったね、この極薄で、しかもデザインもね、めちゃくちゃ可愛いっていうケースなんですけども、今回 Z Fold 8用は4色展開となってまして、価格はね、アラミド繊維なので結構高めです。1万円ぐらいね、1つするんですけども、その分ね、質感はめちゃくちゃいいですね。やっぱスマホケースってピンキリで値段が安いやつっていうのもたくさんあるんですけども、素材感とか、見た目、どうしてもチープになりがちなんですよね。これはね、ものすごく高級感あるし、アラミド繊維を使ってるので丈夫で、しかもめっちゃ薄いんですよ。なんと厚さ 1.2 ミリしかないそうです。それでいてマグネットもねついてますからね、重量もケース単体 22g となってます。僕がね今回買った Galaxy Z Fold 8と合わせても、225とか 6g とか、そんなもんですからね。でカラーどうですかね皆さん。今回ね4色展開なんですけど、まずこの2色は3セット柄だそうですね。こっちが3セットで、こっちが3セット2で、スタンダードなブラックとムーンライズっていうカラーになってます。やっぱね今回僕が買ったのがグラファイトなので、これが一番、合いそうではあるかな。一応ねつけるときはここにテープみたいなやつがあるので、これを取ってつけてあげると、パチッとねはまりましたね。音量ボタンと電源ボタン周りはねこんな感じで、切り抜かれてありますね。ボタンの押しやすさどうだろう。全然いい感じ。これケースによってはねボタンギリギリになってて押しにくかったりするんですよ。これはね全然押しにくいとかないかな。ただ注意点としては、このケースはですねフロント側は守られないんですよ。背面側だけにねこうはまるような感じになってるし、ヒンジもねもちろんこう露出されてますので、落とすのだけはね注意しないとダメですね。あと一応ピタカからこういうねマグセーフ対応 iPhone とかマグネット付きケースを付けたスマホで使えるねリングっていうのも出てるんですよ。これもねちょっと試してみましょう。見た目こんな感じになってまして、これね一応3なんですよ。僕ね旧モデル使ったことあるんですけど、これ最新のやつはですね
2段階でねこのリング引き出して使うことできるようになってますね。ということはここにパチッとやってあげて、こうやって引き出して立てかけることできるんですけど、ちょっと角度がね、低いというか、そういう時にこのリングをもう一段引き出してもっと立たせるみたいな使い方ができますね。これ開いた状態でもいけんのかな。開いた状態だとちょっと厳しいかな。これ伸ばして、これならいけるわ。伸ばしてちょっと角度変えてあげると開いた状態でこうやって立たせられますね。結構しかもね安定してるんで、例えば外出先でこの Galaxy Z Fold 8とキーボードを用意してですね、このリングで立てて、作業するとかね、そういう使い方にはね結構ぴったりかな。動画の概要欄にこちらのねケース 5% 引きで購入できるねクーポンっていうのがありますので、ぜひねそちら使って購入してみてください。じゃあここからはネットで言われてる Z Fold 8のデメリットとか、僕もね先日まで端末をお借りしていたので、その時にね感じたこととかね話していきたいんですけども、まずですね、これ僕も指摘されるまで気づかなかったんですが、このね Z Fold 8こう開いてすぐ横長で動画見られる、これはねすごいいいんですが、でもこの向きだとスピーカーの位置がですねこう上下になっちゃうんですよ。左右じゃない、構造的にねしょうがないんですけど、個人的にはねこれ別にこう上下から出てるわ微妙だわとかっては思わないんですけど、なんか結構気にしてる人もねいるみたいですね。これはね、対策しようがないんですよね。こうやってやっちゃったらね結局、サイズがちっちゃくなるわけなんで、この向きでね動画見るっていう人基本的に、いないと思うんですけど、そこはね我慢するしかないかな。でも僕はね全然気にならないです。で2つ目が少しだけ閉じて角度をつけた状態で使うってことが、できないと。どういうことかというと、このヒンジが7から改良されてこう結構ね反発力が強いというか、こう開いてあげますよね。でまだ止まる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 、ここでもう勝手にこうパカってくるんですよね。じゃあ7どうだったのかというと、もうこの辺でもねちゃんと止まってくれるんですよね。これ分かります？ここでも止められるので、こういう感じでデスクに置いて使えたんですよ。それがこの Z Fold 8のヒンジだとできないんですよ。もう絶対ねこの辺の角度だと開いちゃうんで、半分でもねこう結構抵抗感感じますからね。これ勝手に半分でも開くかな、開いちゃうな。でこれについてもね正直僕はこうやってあんま使わなかったんですよね、7の時から。なので別にいいし、あとはさっきも言った通りね、どっちかというとこう立てて、作業したいっていう感じなので、がっつり開いて全画面で僕はね気になんないんですけど、なんかそういう人はね逆に一回閉じてちょっとだけ開いて使うみたいな、こうやって立ててね、もちろんその場合はね1画面しか使えないんですが、そういう風なね対処方法も、あるにはあるそうです。僕はねでもやっぱ開いて立ててかな。はい。で次もね音に関してなんですけど、僕はですね iPhone からこの Galaxy Z Fold 7にした時に結構気になったのがこの音だったんですよ。音っていうのは音質っていうよりも音量ですね。これ結構ね差があるんですよね。ちょっとやってみましょう。今ね皆さんに聞こえる音っていうのはマイク越しなのであんま分かんないかもしれないんですけども、音量がね結構ちっちゃいはず。いきます。まず iPhone。どうもさんです。今回はですねこちら Galaxy Z Fold シリーズについて、僕もねここ数年ずっと買ってたんですけども、はい、こんな感じ。じゃあ Z Fold 7いきます。どうもさんです。今回はですねこちら Galaxy Z Fold シリーズについて、僕もねここ数年ずっと買ってたんですけども、はい、最後 Z Fold 8いきます。どうもさんです。今回はですねこちら Galaxy Z Fold シリーズについて、僕もねここ数年ずっと買ってたんですけども、どうだろう、ちょっとだけでかくなってるような気もするな。これちなみにどんな場面でね気になってたのかというと、お風呂入る時ですね。 iPhone はお風呂場でね音をでっかくして動画とか、音楽聴いてもですねそんなに困んないんですよ。もっとでかくしたいなみたいなことがあんまなかったんですけど、 Galaxy Z Fold 7はですね明確に音ちっちゃいなって思ってました。これ8はねそんなもしかしたら気になんないかもしんないですね。でも今軽く再生してみた感じだと音質あんま良くないかな。なんかそんな感じはする。もう一回だけ試したいな。どうもさんです。今回はですねこちら Galaxy Z Fold シリーズについて、僕もねここ数
どうもさっさんです。今回はですね、こちら Galaxy Z Fold シリーズについて僕もね、どうだろうな、まだやっぱ若干音はちっちゃいような気もするけど、とりあえずね使ってみて、どうしてもちっちゃかったらね Bluetooth スピーカーとかで対応するしかないって感じかな。はい、そして続いてはですね、前回の動画でも言ったんですけど、このアスペクト比なので、このねマグネットで使うタイプのアクセサリーは結構限られるというか使いにくいんですよね。例えば iPhone17 Pro であれば、このねモバイルバッテリーマグセーフ対応のやつつけたいってなってパチッとやってもですね、ほぼぴったり収まりますよね、サイズ的に。これで、正しく充電もされてます、もちろん。で、Z Fold 7どうだったかというと、これもですね、意外とぴったりサイズぐらいなんですよ。ちょっとだけね、下がはみ出てはいるんですが、これケースつけると、ほぼぴったりぐらいでね、使えてたんですよ。じゃあ最後 Z Fold 8どうかというとですね、はい。こんな感じ。これね、かなり不格好だな。めちゃくちゃね、飛び出ますよね。どうだろう。これ見た目はね、もう地獄ぐらい悪いな、これ。充電はね、正しくされてはいるんですけども、これ見た目が悪いだけじゃなくて、例えばこの状態でバッグの中にこうしまったとして、飛び出てる分ね、外れやすいと思うんですよ。このね、ピタカのケースについては結構磁力、しっかりしてるので、すぐ取れちゃうとかっていう心配はなさそうではあるんですけど、構造的なね、問題ですね。これなんとかね、なったらいいんですけど。一応言っておくと、これはね、マグセーフのモバイルバッテリーだったらっていう意味で、丸型のね、iPhone 用のマグセーフ充電器みたいなやつがあるじゃないですか。そういうのは全然問題ないです。こういうね、リング使う時と、同じような感じでね、使えるので、はみ出るとかね、そういうのは全く気にならないですね。で、次も前の動画でね、触れたんですが、こういうコントローラー、タイプ C で使うタイプのね、コントローラー使いたいってなった時も、ちょっとね、Z Fold 8が不便なんですよね。というのも、7とか8 Ultra であれば、開いて、で、横にした時、これでゲームやるわけですよ。はい、今ね、原神起動してみたんですけども、これで、はい、コントローラーに取り付けるとこうなります。もう完璧なね、向きとサイズでゲーム遊ぶことできるんですよ。しかもね、これ本体結構軽いからね、めちゃくちゃ快適なわけなんですが、Z Fold 8で開いてゲームしようとすると、この向きなんですよ。パカッと開いた状態が全画面でゲームをやる時の向きになるわけなので、それだとこういうね USB で接続するタイプのコントローラー厳しいんですよね。ここにね USB があるのでつけることできないじゃないですか。でね、縦向きにしてもこのゲームの向きって決まってたら変えることできないので、ちょっと対応できない。閉じてしまえばこれね横で使うことっていうのはできるので、画面はちっちゃくなってしまうんですけど、どうしてもコントローラー USB タイプのねやつ使いたいってなったら、閉じてねこうやって挟んであげるっていうことには、なりますね。一応ねこれでも結構なサイズ感ではあるし、逆にこのアスペクト比がねいいなとも思うんですけどね。でもせっかくならねやっぱ大画面で遊びたいですからね、ここはちょっと残念。一応 Bluetooth で接続するタイプのコントローラーであれば大画面でね問題なく遊ぶことはできます。あと正直僕はね全然気にしてないんですけども、カメラもね Z Fold 8二眼なんですよ。7とか8 Ultra は3眼、超広角、メインの広角、望遠、この3つついてるわけなんですけども、 Z Fold 8に関しては超広角とメインの広角、しかも画素数にも差がありまして、7と8 Ultra はメインの広角カメラが2億画素なんですよ。でも Z Fold 8に関してはメインの広角カメラ5000万画素となってます。ただ一応この7と比べると超広角はねグレードアップしていて、7の超広角って1200万画素だったんですよ。8の超広角は5000万画素、メインと同じ画素数なんですね。センサーサイズっていうのはもちろん違うんですけども、一応超広角を重視する方であればそんな、気にならないというか、一応ね強化をされてますからね。あと8ウルトラも超広角は5000万画素となってます。8シリーズで超広角強化されたという感じ。
はい、というわけで最後にまとめるとですね、Z Fold 8シリーズから初めてね、このアスペクト比加わったということで、もうコンテンツ消費用の端末としては最適解なんじゃないかなと思います。現状は iPhone が出てみないとね、そっちがどうなるかっていうのはわからないんですけど、現状はね、もうこのサイズ、この軽さ、それでね、もう開いたら大画面でね、もう動画見たり本読んだりできるわけなんで、これめちゃくちゃね、いいなとは思いますね。で、デメリットに関してもね、結構上げさせてはもらったんですけども、正直僕が気になってる点っていうのは、そのね、マグセーフのアクセサリー、特にモバイルバッテリーですね、このぐらいかな。あとはいろいろ言ったんですけど、正直そこまでは気になってないですね。でも今後ね、いろんなメーカーからこの Z Fold 8を快適に使うためのね、アクセサリーっていうのがどんどん登場してくるとは思うので、そういうのにもね、今後期待してね、使っていきたいなと思います。どうだろう、iPhone 出て、そっちも買って、めちゃくちゃそっちが良すぎて、すぐね、乗り換えちゃうという可能性もあるんですけど、しばらくね、これメインでいきたいなと思います。概要欄にね、Galaxy Z Fold 8、そして今回紹介したね、ピタカのケースのリンクも載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。こんな感じでこのチャンネルでは普段からガジェットレビュー動画たくさん上げてますので、よろしければチャンネル登録と高評価で応援していただけますと嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。